20日、国防科学院のチャン・チャンハ院長が、南朝村の拙い水中発射弾道ミサイルと題した文を発表しました。文は、共和国の国防科学院は、近頃南朝村が流している報道に留意した。それは南朝村が世界の潜水艦発射弾道ミサイルの保有国と肩を並べようとするという滑稽でありながら意外な報道が出たためだ。報道によれば、南朝村の国防科学研究所は9月15日、潜水艦弾道ミサイルを3000トン級潜水艦のトサンアンチャンホ号から水中試射したという。南朝村当局は試射の後、北の挑発を抑止するには十分だ。世界で何番目に潜水艦弾道ミサイルの運用国になったなどと、この試射の成功に大きな意味を付与し、自ら評価して大々的に触れ込んでいる。南朝村は世界的に通常ゲームチェンジャーと呼ばれるという水中兵器が北にだけあるのか、我々にもあると自慢したくてうずうずしていたのに違いない。今回南朝村が公開した報道資料と試射の場面を具体的に投資してみたが、明らかに潜水艦発射弾道ミサイルでなかった。公開された写真通りだとすれば、典型的な地対地戦術弾道ミサイルの構造と形を持っており、秘密上、故意の写真の加工処理がなかったとすれば、確かに写真に収まったミサイルは、水中兵器からはほど遠い、わかりやすく言って、外形の整っていない貧弱な兵器に見えた。この疑問のミサイルは、南朝村軍がすでに保有した短距離地対地弾道ミサイル、ヒョンム系列のミサイルに思われる。ミサイルの外径は長さが6メートル前後で、直径は800ミリ未満だと推算される。そして、噴出火炎の大きさから見て、射程 500km 未満の戦術弾道ミサイルと判断される。出水後の弾頭頭部の蓋の分離方式を見ると、インドの戦術級潜水艦発射弾道ミサイル K-15 を模倣したことがわかる。戦術級ミサイルは発射質量が小さいので、波や海流、潜水艦の軌道速度にひどく影響されるため、深部から発射するためには水中姿勢をよく維持するのが重要で、それができない場合、出水姿勢の角と姿勢角速度の変化が大変大きくなり、ミサイルの姿勢の維持そのものが難しくなる。南朝村が今回実施したという試射の場面を見ると、水中での能動的な姿勢の維持はなく、冷発射技術だけを適用して、深度の低い状態で発射したということがわかる。これは潜水艦発射弾道ミサイルで基本となる水中発射で解決すべき複雑な流体の流れの解析など、革新的な水中発射技術がまだ未完成のままだということを見せるものだ。軍事専門家なら誰だって疑問視するはずのミサイル発射の場面でも慌てて公開したのを見ると、南朝村が自力で潜水艦発射弾道ミサイルを保有したという事実を急いで公開する必要に迫られていたようだ。所狭い潜水艦から発射されるミサイルは外形からして地上ミサイルとは全く異なり、技術的には水中作戦環境、すなわち深部、それも軌道中、そして様々な海洋気象学的特性と環境を考慮すべきだという難しい重要発射条件をすべて満たすものでなければならない。よってミサイルの制御が最も重要である。今共和国を含む世界の潜水艦発射弾道ミサイル保有国の水中発射弾道ミサイルはほとんど回転噴出口による推進力ベクトル制御を実現している。今回南朝村が公開し大々的に触れ込んだミサイルが水中発射弾道ミサイルだと見れば、初歩の暗魚の段階のものに過ぎないと評価する。実用の面からも多くの軍事専門家が懐疑的な視覚で見るだろう。なぜなら、数百キロメートル程度の射程と、せいぜい1、2トンの常用弾頭しか搭載できず、在来式潜水艦で運用されるものということから、このミサイルは意味のない飾り付け用、せめてもの慰め用のほか何者でもないためだ。この頃南朝村が弾頭の重さを3トンに増やすと言われているが、そうしたところで数十、
数百キロトン級の核弾頭を装着した国々の潜水艦発射弾道ミサイルとは比べ物にもならない。南朝鮮が公開した自国技術の潜水艦発射弾道ミサイルは戦争で効果的な軍事攻撃手段にはなり得ないだろう。今は南朝鮮の潜水艦発射弾道ミサイルを戦略戦術の価値を持つ兵器に脅威となる手段に受け入れる段階ではない。しかし我々は南朝鮮の水中発射弾道ミサイルの発展程度やその口実遺憾よりも南朝鮮が潜水艦兵器システムの開発に執着していることに注意を払い、その根端を注視している。潜水艦兵器システムを改善しようとの南朝鮮の意欲的な努力は明白により緊張化されるはずの朝鮮半島の軍事的緊張の予告であり、同時に我々を改めて覚醒させ、すべきことをはっきりと分からせてくれるものだ。